それではよろしくお願いします。プロと申します。コードからプロセスへというタイトルで、発表させていただければと思います。今日多分、開発関係の方、IT 関係の方が多いですかね。ちょっとどういう方が来られるか、私正確に聞いてないんですけど、比較的私、開発部で、中国のと申しましては、少し、ソフトウェアエンジニアとして、開発部、プロダクト部とかね、社内的にはで、所属しておりますと。で、スカラ DB の中で、そのアナリティクス分析向けに、そのコンポーネントを提供、スカラ DB として提供しているので、その子のね、その設計開発を、リードというか、私一人しかいないんで、リードというか、全部やってるという感じなんですけど、そこの担当をしております。で、去年の頭ぐらいですかね、そのコードがある程度、その実用的になってきていて、会社としても電車的に、導入するとなって、私、弊社エンジニアは10名ぐらいなんですけど、クロードコード導入してから、どれくらい使ってるかって、結構バラバラでして、私が一番、あれかで使っているので、今日発表させていただくということになりました。で、今日の話なんですけど、事例という一応なんか枠組みになってるんですけど、私はかなりその抽象的というか、AI を導入して、開発がどういうふうに変わっていって、どういうふうに考えていくのがいいのかねという、私の意見ですね。多分ここは後で話すんですけど、かなり固まってなくて、皆さん様々な意見を持っている中で、私はこういうふうに考えてますというのを少しお話しさせていただければと思います。なので、そのツールの使い方とか、具体的にこういうふうにやるといいよみたいな話はですね、そのあたりそのあたり少しなくて、実際使っていただいているような方が、実際にどういうふうに使っていけばいいのかなというところに、一つアイデアとして何か持ち帰っていただけるようなものがあれば、幸いかなというようなテーマになっておりますと。なのでですね、そういうような形で進めて、実際にですね、その AI をその開発のプロセスの中に取り込んでいって、これ実際、私の周りで起こった内容なんですけど、理想っていうのは確かに、すげえもうコードが山ほど出てくるわけなんですよね。すごいスピードで。とてもじゃないですけど、人間が手で打つので追いつけないようなスピードでは出てくると。ただですね、じゃあそれで実際にその我々別にコードを書くのが仕事ではなくて、お客さんに何かしら価値を届けると。実際製品を作り上げて、僕も作って、最後デリバリーして、そこで価値が生まれて、ようやくその我々の仕事が完了するわけなんですけど、実際そこにたどり着くまでが、じゃあ、すごい早くなるかというと、単純にはいかないわけですね。単にツールを入れたら、それでうまくいくわけではない。よくあるのが、なんか、それっぽいコードを一回作ってしまって、ひどい時だと、なんかテストをいっぱい書いてるけど、なんか全部、なんかそれをスキップして、とりあえず動くようにしましたみたいなやつが、AI が平気で書いてしまうので、単純にやっぱ導入して、いい感じに作ってとか、こんな感じのやつをお願いみたいな感じでやって、できるもんではないと。なので、やっぱりそのエンジニアリングでね、その実際に作っていくときに、どういうふうに、じゃあその AI っていうのをツールとして、ツールっていうのはかなり頭が良くて便利なツールではあるんですけど、じゃあそのツールの上にどういうふうな開発をしていくのかっていうのがやっぱり重要であるという中で、一歩立ち戻って考えると、その開発プロセス、これすごくもう単純化した開発プロセスですけど、やっぱりその使用策定、固く書いてますけど、やっぱり何を作るか考えて、それを実際に作って、で、実際作ったものをレビューして、ちゃんとできてるよねって、で、最後、デリバリーで届けるというところに対して、AI を導入して、やっぱり実装の部分はすげえ早いわけですよね。AI に実装させて、やっぱりここのところの馬力っていうのはもう人間がとても追いつけないと。でもデリバリーには届かないと。じゃあ、そこのところ一個振り返って考えると、その下のところに書いてるんですけど、やっぱり仕様の部分が曖昧なまま進んでしまったりとか、やっぱり AI に頼んで書いてしまうので、コードを。逆にその仕様のところをじっくり考える機会が少し失われてしまったりとか、あるいはその AI に実装を任せてしまったので、今度はそのセルフレビューをしなきゃいけない。AI が書いたコードっていうのがちゃんと動くのかなと思った通りに書かれているのかなみたいなところ、セルフレビューが増えているし、実はですね、私はやっぱコードを以前書いてた、今、コード書いてるときに、やっぱ書きながらですね、じゃあ実際にその仕様のところに、フィードバックっていうんですかね、やっぱりこうした方が良かった、やっぱりこっちの方が良かったねみたいなところで、実際書きながら結構立ち戻って振り返る機会みたいなのが結構実はあってですね、それがやっぱり AI ニストに失われてしまうわけですね、実装を全て任せてしまうと。なので、実際にはここすごくフィードバックループが細かくその使用策定実装の中で走るところがやっぱり失われてしまったりとか、いうものが、やっぱり背景みたいなのがあった中で、やっぱりじゃあそれによってセルフレビューっていうのにすごく時間がかかる、コンテキストを理解しないまま自分で書かれたコードだけを見て判断しなきゃいけなくなる。でこれやったらすごく大変なわけなんですよね。なので、そういったものを踏まえた上で、じゃあ実装だけをポンと任せるのではなくて、開発のプロセスの行動自体がやっぱり変わっているわけなので、そのプロセスっていうのをちゃんと見直していく必要があるよねということが、その私のそのプレゼンの言いたいことで、じゃあどうすればいいのかみたいな話をしたいなと思ってますと。で、AI が開発は大きく変えていると。実装だけではなくて、その前の調査とか、あるいはその試しに作ってみて、これが POC として動くのかどうかみたいなところをやってますけど、しかしね、もうですね、やっぱり全部任せるわけにいかないと、そこに対しても基準をどう定めていくのかっていうのは、やっぱり引き続き人間が必要で、さっきのプロセスの中で、ちょこちょこやっぱり人間が深まっていかないといけないと。で、何を作るべきかっていうところは当然人間がやっぱり最終的には判断しないといけないし、出来上がったものがちゃんと作りたかったものを本当に満たしているのかっていうのも考えていけないし、それをじゃあどういうふうにして、
長いスパンで使っていけるような、保守に耐えうるようなものになっているかみたいなところの将来の見通しもやっぱり人間が、そこはやっぱり責任を取るというか、基準を定めるみたいなところは人間が定まっている。そこの AI と人間のインタラクションをどういうふうに考えていくのかなというのをちょっと一歩引いてですね、単に実装を任せるというのではなくて、一歩引いて考えていく。ここの下に書いてますけど、AI 開発を加速してるわけですけど、やっぱり開発者ではない。開発者は我々であって、それは AI と使って開発を進めていくというのは、やっぱり引き続き我々の手の中にあるというふうに考えています。その上でですね、その基準、先ほどここに書いてある人間はじゃあ基準を定めるっていうのが人間のものとして引き続き残っているの。これでもどんどんやっぱり AI に任せられると思うんですけど、じゃあこの人間が考えている基準、頭の中に考えている内容ですよね。頭の中に考えている内容を、じゃあどうやって AI に伝えていくのか、スムーズにその AI と人間が定めた基準と、それに沿った AI の作業と、ここをスムーズにつなげていくので、ここはですね、すごく新しい設計領域で、簡単ではないですね。やっぱりこれ、いい感じに作ってとか、こんな感じのもん願いみたいな頼み方では全然ダメだっていうのが、さっきの話でやって、ここのところをどうやるのかっていうのも、いろんな人がいろんなアプローチをしていてですね、もうここ1、2年でどんどんこれやっぱり進んでいって、ツールという機会があったアベラビリティが出てきたので、それに沿ってどんどん使う人がいっぱい増えてきて、いろんなアプローチが出てきているので、皆さん試行錯誤をしている中で、こうやるのがいいんじゃないか、あると思いました。で、名前ここに並べているのは、ゴールデンスタンダードではないですね。今のところ、現在これが良さそうだっていう話で、それの上から順番に出てきてるので、今ちょっとプロップトエンジニアってちょっと古い感じがするんですよね。今このハーネスみたいなのが今作家に言われてますけど、多分もう半年後、なんならもう数ヶ月後には多分ハーネスじゃなくてコーダみたいなことを言い始める人がいて、それでみんなが世間がわーっとそこに飛びつくような感じになっていくと思うんですよね。で、多くのアプローチが提案されていて、まだ全然収束してないんですよ。こうやればいいみたいなところは全然定まっていないと。AI と人間が定めた基準と、それに沿って AI がどう動いていくかっていうのが非常に未成熟であると。なので、やっぱりここのところっていうのは、世間にあるゴールデンスタンダードに飛びついて、とりあえずそれでやろうっていうので、やっぱりまだうまくいかないのではないのかなというふうに私は考えていますと。なのでですね、ここのところはやっぱり自ら改善する力が必要なんですよね。こういうやっぱり未熟な領域に飛び込んでいくときには、やっぱり自分で試して改善してっていうループをいかに回数をこなせるかっていうところがやっぱり重要になると考えていて、単に実行で AI にどうやればうまくいきますかっていうだけではなくて、そのプロセス自体を改善していくという考え方がやっぱり重要になりますよね、というふうに私は考えています。なので、さっきのですね、コンテキストエンジニアリングとか、プロンプトエンジニアリングとか、ハーネスエンジニアリングとかっていうのは、どっちかというと実行プロセス側の考え方で、AI とどううまくやっていくかという考え方であって、それはそれですごく重要なんですね。ここに書いてるんですけど、どういうふうに AI に伝えていくかっていう話になっていくと、やっぱり何をどういうふうにして作るのかっていうのは AI に頭で考えている人間が考える一番大事な部分です。で、ここの部分をちゃんと分けてあげるっていうのは、コンテキストエンジニアリングの考え方ですけど、コンテキストとしてしっかりまとめてあげた上で、実装に入る前にはそれに必要な情報を一点渡してあげて、実装に必要な情報だけを伝えると、これ過不足が上がっちゃうとですね、与えれば与えるほどうまくいくというわけではないというのは分かっていて、それがコンテキストエンジニアというふうに言われていて、必要な情報だけをいい感じにまとめて渡してあげようねというような考え方ですけど、これやろうと思うと、事前にやっぱり何を作りたいかっていうのを明確にしておかないといけない。なので、そこはもうきっちりフェーズを分けてですね、今はこれは何のために、誰の時で作るのかというフェーズであるというふうに AI に認識させて、それを進めるし、それが終わったらそれをコンテキストとしてまとめて、今こういうものを作りたいので、今から作っていってくださいと。そこを一緒くたにしてしまうと、つまりいい感じに作ってみたいなやってしまうと、うまくいかないよねというので、ここはしっかり分けてあげましょうとか、あるいはこれはコンテキストに今なった話ですね。増えすぎてもダメ、足りなくてもダメ、実装に必要なコンテキストをコンパクトに、かつ過不足ない形で渡してあげましょうというようなコンテキストの設計っていうのがやっぱり大事だと。あるいはそれを、渡した上で、ハーネスエンジニアリングで言われているのは、それをいかに任せた後に自動でやってほしいわけなんですよ。人間がいちいちチェックするんじゃなくて、なるべく自由に動いてほしいと。ただ自由にやりすぎてしまうと、1年ぐらい前は結構話題になったような、丸ごと全部消してしまうみたいな。だとか、触ってはいけないデータを触ってしまうとか、あるいはインターネットで権限を遠くにとか持ってしまっているので、ダメなところにアクセスしてしまうとか、いうのが起きてしまうので、これはやっていい、これはやってダメみたいなところをちゃんと定まったような形で設けてあげる。テストもそうですし、形プリントみたいなコードの再現もそうですし、あるいはレビューゲート、ここは人間が見るんで、じゃあ止まってくださいみたいな、こういったを明示することだと。みたいなところをハーネスとして用意してあげることで、AI が自由に動けるというところで、人間が考えていることを AI にやってもらう。AI は自由に動けるようにしておくというところは、やっぱりすごく重要な概念として、今、ハーネスエンジニアリングというところが提唱されていた。このような形でですね、実行プロセスのところで工夫もいろいろ固まってきつつある。ただ、それをそのまま直接取り入れるのではなくて、あくまでそのアイデアとしてどういうものであるというふうに自分が理解しておく。
その上で自分なりのプロセスを作っていくことが重要であるという話を今話します。なぜそれが重要かというと、AI っていう、先ほど申し上げたように、かなり未成熟な領域なわけなんです。未成熟な領域の上に、さらに土台になってなる AI、あるいは LLM みたいなところって、根本的にこうやればこう動くっていうものではないと。確率的にすごく動いてしまう。し、お金もどんどん集まっていって、進化もすごいスピードで進んでいっているので、手法がどんどん沈下してしまうわけなんですよね。かつ、その現場ごとによってどういうふうに進めるのが良いのかっていうところも変わってくると。なので、それを踏まえると、世間にあるようなエージェントスキルをそのまま持ってきて、いい感じにコンテキストエンジニアリングしましょうみたいなのって多分うまくいかないと思ってるんですよ。それをベースにアイデアを理解した上で、じゃあ自分で取り込んで、さらにそれを改善していくというサイクルが非常に重要であると考えていますと。さらにですね、この AI の時代、その AI のエージェントにおいて、プロセスの改善が重要であるというのは、より顕著になるというふうに考えていて、プロセスの改善っていうのはですね、少し抽象化して考えると、当然従来から重要だと言われている。皆さんの新入社員の研修の時とかに多分、PDCA みたいな形で皆さん言われてると思うんです。習ってると思うんですよね。でも実際にはうまくいかないプランド、なんだっけ、カタストロフ、アポカリプスみたいな話で、なんとどんどん破綻するとうまくいかないみたいな話があるわけなんですよ。なかなかプロセス改善って難しくて、なんでかってプロセス改善ってコミュニケーションだったからなんですよ。人間が一人で収まらなくて、全体でどうやるのかっていうところがやっぱり困難なわけだったんですけど、AI って実はそうではなくなっていると。AI っていうのは基本的にはその書いたものをベースに動くので、記述されるわけですね。外部化されるプロセスというものが。外部化されるので、じゃあそれを改善するっていうのはより直接的な行動として可能になるし、そうすると改善のサイクルっていうのは早くなる。フィードバックループっていうのはどんどん進められるようになると。これはもうすごいチャンスなんですよね。開発プロセスにおいて、今までそのウィキに書いても誰も見てくれないとか、すぐ古くなってしまって、全然最初の情報が残らないみたいな状態じゃないと。ちゃんと更新すれば、それがそのまま即座に AI の挙動として反映されるというのであれば、プロセスの改善ってどんどん速いスピードで進められるので、これをちゃんとできるかできないかっていうのは多分、福利としてどんどん時間が経てば経つほどですね、差が開いてくるんじゃないかなというふうに私は考えています。なので、先ほどのここですね、ここのサイクル実行して、どういうふうに AI とインタラクションする、自分が考えた基準に基づいて AI に動いていくかだけではなくて、それをどういうふうに改善していくのかっていうプロセス、メタのプロセスをですね、ぜひ意識していただくっていうのが、とても重要なんじゃないかなというふうに、私は考えています。がですね。で、私も実際にそんな感じでやってました形で、かつ開発のワークでも、先ほど、エージェントスキル、AI に対する指示をパッケージ化するものですけど、エージェントスキルとしてパッケージ化してまして、これは実はこのスキルを並べただけなんで、これがすげえ役に立つっていうよりは、私はこんな感じで分解して自分でやっていくと良いですよという一例として出しますと。キックオフっていうのが、こんな感じのことやりやすいですっていうのを伝えていくと、それがその規模に応じて、このスペック、あるいはそのエピックみたいな、あるいはその1セッションで収まるようなタスクみたいなやつを分解していくですね。スペックだったら計画を立てて、で、インプリメント、これ全部別のスキルになってますと。で、ここのスキルの合間にですね、毎回そのセッションを切るようにしてるんですね。プロードコードとしては、一旦セッションを切って、次にこれしてほしいっていう、プロンプトを最後出力してくれるようなスキルになってます。なので、毎回このクリアな状態で次のステップに進めると。で、そうしておくと、そのタイミングで文章を書き出してもらうんですよね。次に、ここまではこういうことだった、プランだったらこういうふうに開発を進めていくというプランが出ると。で、インプリメントではそのプランで書き出したファイルだけを参照して進めていくみたいな。ここがコンテキストに渡す切れ目になってます。こうやっても明確にプロードボードとしてそのセッションを切ってあげると、そのタイミングでいかにコンテキストとして必要な情報を渡すかっていうのがもう強制されるので、それが一種のハーネスではないですけど、コンテキストとして明確化されるという、強制力になるので、私はこのやり方がいいかな。実際にこれは私の個人、オリジナルアイデアというよりは、こうやってやってる人って実際いっぱいでですね、SDD みたいなご存知の方もいらっしゃったんですけど、形でツールを提供している方もいっぱいいますし、AWS だと Amazon が出しているエディター。ツールはもう完全に SDD ベースで動くようなエディターになっていて、最初にこういうプランとして何を作って、実装するときにはそれをセッションを切ると。プロトコードのプランツールみたいなのも提供されていて、プランをバーっと話した後にプランで一回セッションを切るような挙動に今はなってたりして、やっぱりノウハウみたいなところはある程度収束してくるというか、こんな感じでやるといいよねみたいな収束するんですけど、それをそのまま使うだけではなくて、プロセスとして、じゃあ自分の中に取り込むにはどうすればいいのかっていうのをやっておくと、フィードバックが進みますよということで、私が実際にそのさっきのスキルを作ったときに、ちょこちょこ改善してるわけなんですよね。で、フェーズ1またぐと、前フェーズの決定を A が引き続けないみたいな、このフェーズのまたぎのところでどういう情報を残すのかってすごい重要なので、そのコンテキストエンジニアリングが特感なので、それっていうのはちょこちょこうまくいかなかったら、いや、これは残して、これは残った、いや、これは上長だからなくしてみたいなところをちょこちょこ回収したりします。あるいはその2番のその仕様の曖昧さを指摘する、そのまま実装に進むみたいな話は、ここのスペックっていうところですね、スペックのところで作ったやつが、
私が作りたいものを全部残しておいてほしいわけなんですけど、実際にはなかなかそううまくいかなくて、一発でうまくいかなくて、そのところで、こんな感じのことを聞いてとか、あるいはその曖昧さが残った状態で先に進まないみたいなゲートを設置して、一回そのレビュアーのサブエージェントを使ってレビュアーに回して、ここなんか曖昧な、どうやってレビューかわかんないみたいな、AI の判断をとりあえずゼロにできる状態にしないと進めないようにしていって、それがあったら、ちゃんともう一回質問してねみたいな、こっちに質問して、進むようにしてくださいみたいな感じにしていると。あるいはその3のタスクがうんぬんみたいな形は、この最初のキックオフのところで、1回のセッションでやっていいのか、やっぱり文章をちゃんと残して進めた方がいいのかみたいな、あんまりこれ分かんないわけです。実際にやり始めるまで分かんない。今までの開発でもそうだったんですけど、実際どれくらいの規模になるかってやってみないと分かんないので、そこのところで一旦手戻りできるようにしたという感じですよね。やり始めて難しくなったら、その文章に書き残して別のスキルに一回戻るみたいなパスを作るようにしたみたいな形で、実際このワークフローがすげえいいですよということよりは、実際にこれ自分で作っておくことによって、私なりのその開発のやり方に合わせて、フィードバックループを回して、ちょっとずつよくできてますよということを実例として、紹介したかったかなと。ギャップがあったら、もう個別に直すんで、今、この瞬間のこの開発のこの指示だけを直すのではなくて、プロセス自体に反映することで、再利用の形で、次の、プロセスを回すときに改善できるようになっているというふうに考えています。というところで、結論なんですけど、コードからプロセスへということで、我々の中でどっちかというとそのコードを書くっていうところが、開発者としてはメインでフォーカスが当たりがちだったんですけど、AI の時代になって、その開発者の役割っていうのが、プロセスをどう作っていくのかというところに、だんだんシフトしていくんじゃないかなというふうに私は考えています。そこのところで特にその今みたいなその未成熟な間には、それをどうやって設計して、それをどうやって改善のフィードバックループを回していくのかっていうところは、開発者としての質を分けていくであろうと、競争力を分けていくという考えるので、どの AI をどう使うか、あるいは GitHub とかにいっぱい上がっているような、既存のツールをどう組み合わせるかだけじゃなくて、自分のプロセスの中でどう設計して、改善のフィードバックループはですね、一番重要なところは、それをどういうふうに設計の中に組み込んでいけるかっていうところが、重要なのではないかなというふうに考えています。というところでですね、明日からできることということで、中央を決めてから実装に入るみたいなフェーズみたいなのとやっぱりすごく意識する。これは結構、クロードコードだとこのツールが提供されているので、意識しなくても勝手にやってくれる部分であるんですけど、より明確に意識するというですし、あるいはその出力がいいと間違ったときに、これも僕も結構やりがちなんですけど、いや、それ違うからこうしてみたいなことじゃなくて、それも言うんですけど、それを言いつつ、裏ではそのプロセス自体でなんでそうしてしまったのかなっていうところを見直して、次そうしないような形でプロセス自体を変えられる。なんかそういうようなプロセスを用意しておくというところが意識しておくと良いのかなというふうに考えています。ということで、ご清聴ありがとうございました。